こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。しもです。はい。今回はですね、ちょっと内装の大工事をやっていきたいと思います。はい。もうせっかく作ってるんですけどね、綺麗なんですけどね、解体していきます。はい。で、なんでかっていうと、前回新しいバッテリーを紹介したと思うんですけど、今の車内にそれを置く場所がないんですよ。そうね。でね、そのためには、もともと置いてたポータブルバッテリーの後ろのスペースをガガガガガって解体してスペースを空けてあげる必要があるんだよね。そう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 。でせっかくね、そんだけ解体するんだったらちょっとね気になってるところが2箇所あって、まず冷蔵庫の排気口を今塞いじゃってるんですよ。そのせいで冷蔵庫がちょっと冷えづらくなっちゃっているので、そこを直したいなっていうのと、もう一つは椅子の肘置きのところがちょっと施工が悪くて曲がっちゃってんだよね。ね、一番気になるよね、この車の中でさ。90度でついてなきゃいけないところが多分100度ぐらい結構曲がっちゃってるね。なのでそこも直していこうと思います。はい、もうこの際ね、ガンガン工事していきましょう。はい、ということで今日やっていくぞ。かぶったね。どっちもさ、相手が引くかな。ということで今日確かにどっちも裏拍で合ってて。今回の工事の一番の目的はその拡張バッテリーを入れるスペースを作るっていうところなんですけど、このねメインバッテリーの後ろ、ここですね。ここに実は結構空間があって、なんだけどこう壁があったりとか使われてない骨組みの木がいたりするから、これを取り除いていきたいなと思います。これをね90度回してメインバッテリー拡張バッテリーってやったら置けそうなので、そんな感じにしたいと思います。でせっかくここを工事するならついでにっていうことで、冷蔵庫がこうジャストフィットするようにこう設計されてたんですけど、見た目上これがいいと思ってやっちゃってたんだよね。そうでもちょっと私たちの知識不足で、冷蔵庫の横側にこの排気口があって、ここのすぐそばにこう壁が来るせいで全然排熱できないようになっちゃってて、なかなか冷えないようになってしまってたので、ここの壁をねもうぶち抜いて換気できるようにしたいなと思います。はい、これもぶち抜く。これもぶち抜こう。オッケー。こっちの方に空気がね流れるように。多分排気口だけじゃなくてさ、もう壁がくっついちゃってるのも結構問題だからね。この辺なんか全体的に余裕を持たせる感じで。そうだね。あとずーっと実は気になってたんだけど、このね椅子の横の壁がめっちゃずれてるんですよ。めっちゃかっこ悪いよね。この上の板だけは90度についてて、この下、この柱がとてもずれています。せっかくこの辺やるなら全部解体して一からやりましょう。せっかくなら。はい。大改造ですね。頑張りましょう。久しぶりに DIY って感じ。ね、ザ DIY みたいなね。よし。はい。じゃあ解体から頑張っていきます。なんかさ、この辺工事してる時さ、完成まであとちょっとだから結構気持ちが焦ってたよ。確かに。そんでこんななんかずさんなずさんな工事。ネジは抜けるんだけどさ、ボンドが抜けるか。そうじゃん。いやー、ボンドがつらい。いやー、SG1 最強だからな。ねえ、逆に考えると解体や泣かせだよね。ねえ、自分たちで解体することは考えてなかった。ね。早くも絶望して。まだ始まって2分ぐらいな気がするんだけど。SG1 やばい。SG1 ね。結構この辺いっぱい使っちゃってて。ここがね。割と力任せになるかもしれないけどやってみます。ありがとうございます。裏側に3つの L 字がついてました。おい、取れた。おい、取れました。すごい。いや、後ろスペースあるね。あるね、ほんと。ね。
おお、すごっ。うわー、懐かしい。でこれが斜めについてるから全体的になんか斜め。はいはいはい、その骨組みがね。あ、やばい、普通に取れた。なんか普通にネジが端すぎてもろかったから引っ張ったら取れた取れました。イエーイ、取れたー。あ、ねえ、なんかチュッパチャップス落ちてる。チュッパチャップス次こっち、この壁をなんとなくこのアウトラインに沿って開けたいです。おーしゃー。おー、いい感じいい感じ。でも綺麗綺麗だね。取れたー。はあ、来ましたー。ーい、やったー。3方面開いたね。開いたねー。おー、面白い。なんかドゥーちょっと冷蔵庫置いてみようかね、だいぶ風通しいいんじゃないかな。ね。お、だいぶ大胆に開けたね何も隠れてないでね、ここにまた新しい手すりを作るんだけど、ちゃんとここは風通しのいいように作り直す予定です。はい。この冷蔵庫一番後ろまで行ってるわけじゃなく、そうそうそう。ここにスペースがあるので、後ろの吸気の部分もここのスペースから吸気してくれます。一応あっちにも穴が開いてます。本当はね、多分この冷蔵庫の仕様的に横壁から数センチは開けた方がいいんだけど、もうこの冷蔵庫を使おうと思うとそれができないから、穴を開けてなんとか使えるようになってくれないかなって感じですね。はい。一旦これで様子見って感じだね。使ってみやっててみよしっかり冷えてくれたら多分大丈夫。じゃあ明日は新しい壁を作っていこう。作りましょう。最後ここをちょっと置けるかだけやりたいかも。あー、確かにそうだね。やばいやつだったらやばいけど。OK です。帰りましょう。はい。じゃあまたバイ明日。バイ。無理そう。もうちょい奥までやったらいける。それは無理だこれがネね。ックですね。接続ケーブルが。ちょっと今この魔のスペースが使えるんじゃないかってことに気づきました。はい。そこをね、壁を開けたことによってなんかスペースが見えたね、急に。もともとすんごいスペース空いてるんだよね。そう、もったいないなってずっと思ってたスペースではある。問題がこの2人をね接続するケーブルなんですけど、こんがね結構太いし、あんまり自由自在じゃないので、バッファがすごくない？この刺したところから15センチぐらい必要みたいな。そうなんだよね。これはちょっと計算外。ねえ、ちょっと知らなかったね。あそこのね、骨組み、この形にするなら外したいって感じだね。そうだね。こう、そうそうそこうできる。う。ね、プラス10センチまでいかないけど、8センチぐらい奥までいきそう。やってみましょう。はい外してみます。はい、お願いします。はい。やったー。いい感じ、いい感じ。じゃあミルクペイントで塗装していきます。懐かしいな。ね、よくやってたこれ。
おお、ピッチャー置いてみます。奥のあそこがボコってなってるので、土台は足を3つにして、片側はあそこのボコってなってるところに乗せようと思います。お、いいじゃん。おー、すごい。ぴったし。すごい。滑りそうなので、この最強の100均の滑り止めシートを下に引きます。はい。はい、ってことで丸く切ってもらいました。できたー。できたー。いい感じ。できましたー。もう開かなくなっちゃったね。そうだ。忘れちゃった。この謎の空間、ずっと調味料立てを作りたかったんだけど、ちょっと北海道旅には間に合わなかったんですよ。うん。それをね、ようやく作ろうと思います。はーい。このね、アイアンバーをこう、あ、かわいい。あ、いい感じいい感じ。一番下だとちょっと危ないね。真ん中ぐらい。あ、そんぐらいそんぐらい。いい感じいい感じ。そんな感じでお願いします。了解です。できましたー。はい、ちょっとね、冷蔵庫のこの DC 用のコードが実はいつかシガーソケットを踏んづけて壊しちゃってて、うん。新しいのを買い替えました。はい。はい、これをもともとのこの DC のケーブル、もうすでに先端切ってるんですけど、これに接続していきたいと思います。はい。で、今回この接続端子を使います。火で炙るだけでなんかこのハンダが溶けてピタッと接続してくれるものです。もうすごい楽なので最近大好きです。なんか端子はいろいろ使ってきたんだけど、うんほんとかしめるやつをね、うんうんうんメインに結構使ってきたんだけど、結局炙ってくっつけるのが一番接着率がいいっうんていうことに気づきまして、ね、そしてほんと簡単なんだよね。うんギボシとかみたいにこうなんか時々外せたらいいなみたいなものは、ギボシを使った方がいいと思うんですけど、基本外さないやつはもうこれ一択です最近。じゃあいきます。直接炎をつけると結構焦げたりするから、なんか炙る程度で。徐々に溶かしていく。おお、収縮してきた。違う、風が若干あって。そうだもんね。今日はちょっとね自然の中でお届けしてます、はい今日だけ今日だけということで接続できました。冷蔵庫これでちゃんと使えるか試してみましょう。はいはい、じゃあ冷蔵庫の裏に DC のさっきのケーブル接続しました。はいホタテにもシガーソケットを挿してます。はい。つくかな？つくかな？じゃあ DC オンにします。はい。あ、つおー、いたね。ついた。よかった。ワット数ワは？ット数は118ワット出てる。おー、まあでも AC を使ってた時よりは低いよね。そうだね。160ぐらい出てたもんね。AC だとね。節電ですね。節電です。じゃあ DC で使っていきたいと思います。やったー、治った。イエーイやったー。やったー。ちなみにね、この冷蔵庫は上下段で分かれてて、でどっちも冷蔵庫、冷凍庫、保温庫、3種類で使えるんですよ。上は冷凍にして、下は冷蔵とか、保温と冷蔵とかいろいろ使い分けができます。そこに大穴をたくさん開けたやん。これを開けたことによってちゃんと使えるようになったのかどうか、最後ちょっと置いてみてね。そうだね。検証しよう。そうしよう。よし。
じゃあ今は13度14度なんですけど、0度10度になるように設定してるので、はい、ちゃんとこのように冷えてくれるのか確認してみましょう。冷えてくれれば穴を開けた意味がある。排熱ちゃんとできてる。冷えてくれなかったらちょっと排熱が良くないよっていうことですね。はい、じゃあまた待ちます。はい、さあ1時間経ちましたけど、どうですか？バッチリです。じゃーん、うわーい、設定通り0度10度になってます。やったー。はい。あ、冷たわーい、これで冷蔵庫使えるね。使える。いや本当に冷蔵庫使えなくてさ、もう料理したいのにできないじゃんっていう。ね、それもう買いだめとかできなかったもんね。なんかもう芋とかさ、玉ねぎとか外で持つやつしか使えてなかったもんね。これからは旅先でいろいろ地元のね名産品を買ってここで冷やしましょう。はい。まあでもね、今は冬だからできてるっていう可能性もあるので、まあ、夏もしまたちょっとあまり排気ができてなさそうだったら、ここになんかパソコンのねファンみたいなのを取り付けたりして、もっと排熱できるように工夫していきたいなと思います。はい。でね、今の消費電力はなんと52ワットになってます。さっき100いくつだったよね。115ぐらいは出てた気がするけど。じゃあ最初の冷やす段階では結構電気使うけど、もう冷え切ったらあと保温するだけだから、それはあんまり電力消費しないんだね。ね。ってことはもうずっとつけっぱなしにしてると基本的には50ワットぐらいって感じか。ああ、いいじゃん。いいね、めちゃくちゃ。ずっとつけときたいね。つけとけるようになりそうです。はい。ということでこの辺の大改造が終わりました。もうね4000ワットのポータブルバッテリーも手に入れて、これで次の旅がめちゃくちゃ快適になるんじゃないかと思います。はい。もうね、毎日料理できたりとか、あとね、使えなかったプロジェクターに回す電力も確かにね。あとね、寒い時に電気毛布使ったりとか、本当に生活の幅が広がるんじゃない？絶対そうだと思います。はい。なので次の旅も楽しみにしていてください。お願いします。ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。